Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に刺激化して 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house in my adolescence 見つけたよ心が安らぐ my home my home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてカムバックショーもね無事に終わっていよいよ本格的にカムバックシーズンに入りましたが、本当に今回もねたくさんのファンのみんなに応援してもらってすごく嬉しく思っています。1年もっとですかね、久しぶりのカムバック、待ってくれたファンのみんなにとっても、僕たちにとってもすごくいい時間だったんじゃないかなと思っております。これからもどんどん活動がね増えていくと思うので引き続き皆さん応援よろしくお願いします。そして、GQ の新しい表紙を僕ゆうたが飾らせていただきました。ありがとうございます。はい、またいろいろなね僕が撮れたんじゃないかなと思っているのでそちらの方も皆さん楽しみに待っていてください。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でスティッカー。 Like a sticker Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。そろそろニューアルバムスティッカーの曲もじっくり皆さん聞き込んでもらえたかなと思います。なのでですね今回はこんな企画を用意しました。題してゆうたが選ぶスティッカーの秋。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋などなど、いろいろな秋がありますがこのラジオを聴いている皆さんにはスティッカーの秋にしてもらいたいなということで、秋のいろいろなシチュエーションとそれにぴったりな曲をね、アルバムスティッカーの中から僕ゆうたが選んでいこうかなと思います。ちなみにですね僕ゆうたは秋といえば誕生日が10月なので個人的にすごくおめでとうをたくさんもらえる、季節なのでね友達だったり家族からたくさんもらえるのですごくいい季節だなと思いますしなんか秋ってすごく限定商品だったり日本だったら特にじゃがりこの限定商品だったりお菓子の限定商品ってたくさんあるからそういった意味でもすごく新しい食べ物に挑戦するだったり何か、挑戦する季節でもあるのかなと思います。それではゆうたが選ぶスティッカーの秋、シチュエーションその1おしゃれしたくなりがち、ニット、アウター、シャツなどいろいろなねアイテムのコーディネートができますし素材の幅も増えますよね。で服を選んでいる時や秋のコーディネートで街を歩く時、お供にしてほしいアルバムスティッカーの曲といえば、僕はですね個人的にロードトリップをおすすめしたいと思います皆さんに。で選んだ理由っていうのが、この曲すごく好きですし、トラックビデオもそうなんですけど歌詞もそうですけど、題名にもある通り旅を連想させる曲なので新しい秋の服を買ってね秋の涼しい風を感じながら、お出かけしていってほしいなと思います。はい。でちなみにゆうたさんは服装を間違えた時ってどうしてますかという質問がねあるんですけど服装を間違えてどういうことなのね。例えばドレスコードの場所にめっちゃカジュアルで行っちゃったみたいな時かな。そういう時だったら僕すぐ帰ります。はい。めっちゃ恥ずかしいんですぐ帰っちゃいます。多分やっべえ俺場違いだみたいな感じで多分すぐ帰っちゃうと思うんですけど、ただねなんか周りの友達がすごいとちょっと違う服装で来ちゃったっていう時だったら強がって気にしないふりしますけどね。はい。それでは、次シチュエーションその2いきたいと思います。センチメンタルになりがち。季節の移り変わりを感じなぜか切ない気分になってしまう秋。そうですよね。僕もなんか秋の夕方とか夜あたりになるとなんかすっごいセンチメンタルに陥っちゃってすごい人肌恋しくなるんですけど、スタジオで大喜利させられてスタッフが笑っていない時など
これ毎回ありますよ。スタッフさんマジで真顔だから怖いよ。切ない気分にぴったりなアルバム、スティッカーの曲といえば、そうですね、フォーカスですね。この曲はカットンシソンという曲なんですけど、フォーカス。はい。で、選んだ理由はですね、こう切ない気分になることって結構こうなんていうの、悪い意味で捉えられがちじゃないですか。なんですけど、僕結構切ない気分の時に切なくもっとさせるの大好きなんですよ。なんかその気分がダウンしても別にこう変にね意識してあげるより、さらにこう悲しい曲だったり、なんか悲しいおかしいかな、なんか悲しい曲をかけてさらに悲しくなるのが好きなんですよね。これ分かる人いるかな。なんかこう変に上げないというか気分を、なんかその雰囲気のままいるのも好きみたいな。なので今回のねアルバムの中ではどこかこう幻想的で独特な曲のこのフォーカスをね皆さんにおすすめしたいなと思います。ではシチュエーションその3、期間限定お菓子を買いがち。確かにこれあるよね。栗やかぼちゃ、お芋系などのスイーツが充実し始める秋。そうですよね。僕も最近はね日本にあんまり行けてないからあれなんだけど、多々ありましたよ。お菓子とかでもさ、栗とかかぼちゃが多いじゃん。ハロウィンも近いから。で調整するんだけど結局食べずに終わるみたいなね。サンドウィッチマンのカロリーゼロ理論を信じてついつい食べ過ぎちゃった時、聴いてほしいアルバムスティッカーの曲といえば、そうですね、これはもうなんかタイトル曲でいいんじゃないですかね。スティッカーですね。はい。なんか食べ物と人間ってすごいこう密接に関係してるじゃないですか。食べなければ生きていけないみたいなね。まさにこのスティッカーのような関係なので、ここはねスティッカーを皆さんに聞いてほしいなと思います。はい。ちなみにですね、僕言うた甘いものは好きですかっていう質問があるんですけど、まあ僕昔からスイーツとか甘い食べ物より塩辛いポテチとかね、そっち系が大好きでしたね。はい。なので昔からこう甘いもの、めっちゃ疲れてる時とかはなんていうの、カカオ 70% とか 80% のチョコレートとか食べるけど、あんまり甘いもの食べるとこう一口食べてもういいわってなっちゃう人間ですね。はい。ゆうたのプチ情報でした。ということでゆうたが選ぶスティッカーの秋 BGM、 皆さんの日常のいろいろな場面に寄り添ってくれるアルバムだと思いますので、改めてじっくり聴いてくれたら嬉しいなと思います。さて続いては今週の偉い、以前ね放送で僕が最近したいいこと、すごく頑張ったことを紹介しましたが、リスナーの皆さんからもたくさんいただきましたので、今回はこの方の今週の偉い紹介していきたいと思います。早速ラジオネーム愛さん、ゆうたくんに偉いと関西弁で褒めてほしくてメッセージを送りました。私は今年の春に大学を卒業し、そのまま専門学校に進学しました。大学で学んでいた分野とは違う分野の勉強をしています。1年間で国家資格を取るのでとてもハードな1年ですが、毎日何とかやっています。すごいね。続けるって一番大変なことだからね。夏休み明けの先日、学内模試がありました。なんとそこで1位を取りました。すごいじゃん。まさか自分が1位になるとは思わなかったので嬉しい反面、一度1位を取ってしまうと下に落ちられないというプレッシャーを感じ、素直に喜べないでいます。なのでゆうたくんに偉いと褒めてもらえたら素直に1位を喜べると思いますし、またこの先も国家試験に向けて頑張れそうです。これからも応援しています。ゆうたくん、そしてイリーチルファイティンといただきました。ありがとうございます。偉いよこれは。もうこれは俺に言ってもらわなくてももう本当に偉いよこれは。偉い。愛さんの努力の結果ですよね。これは本当になんか僕が偉いって軽く言えないぐらいの努力だと思うんですけどね、本当によく頑張っていると思います。本当にすごいと思います。はい。本当に何か結果を出してからね、そこからの維持が一番大切っていうか大変だと思うので、これからもね国家試験に向けて頑張ってください。僕ゆうたも応援しています。本当にすっごく偉いと思います。はい。もしみんなも何かいいことした、すごく頑張ったなどあって僕に偉い
と褒めてほしいことがあればメッセージを送ってくださいということで、それでは、ここで曲を1曲皆さんにお届けしたいと思います。ダニエル・シーザー&ブランディで Love Again。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのはダニエル・シーザー&ブランディで Love Again でした。リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますのでご紹介していこうと思います。ラジオネーム笹さん、ゆうたくん今週もただいまお帰り。最近寒くなってきて秋だなぁと思うようになりましたが、韓国はどうですか？私は秋になるとかぼちゃやさつまいも、サンマなどが食べたくなります。ゆうたくんは秋になると食べたいものとかありますか？また日本の秋の味覚と韓国の秋の味覚は結構違ったりするのでしょうか？教えてくれたら嬉しいです。メッセージありがとうございます。韓国もねすごく涼しくなってきましたね。もう長袖でも十分てか夜はちょっと寒いぐらいの、涼しさになってきましたよ。で秋になると食べたいものか、僕あんまり意識したことないんですよね。なんか日本にいる時とかは、母がねこうサンマ焼いてくれたり、その旬のね食べ物を用意してくれてたりはしたんですけど、韓国来てからはね基本食事する時も一人で食べるじゃん。一人で食べるので、なんか食べたいものを食べるっていう食生活なので、こうあえてこう秋だから何かを食べようみたいなことを意識したことはあんまりないかな、韓国来ても。それこそね韓国の秋と日本の秋の味覚も、正直ね本当に分かんなくて、はい、なんでねこのメッセージをね機にちょっと意識してみようかなと思います。はい、メッセージありがとうございます。ラジオネームはえちゃんさん、毎週ゆうたくんのラジオを楽しみにしている学生シズニーです。ゆうたくんに相談です。私は今年から高校生になりました。第一志望だった高校ということもあり、合格した時はすごく嬉しくて通うのが楽しみでした。しかし1学期が終わり2学期が始まって、最近は不安な日々が続いています。楽しかった学校生活もあんまり楽しめなくなったり、なんでだろうね、この選択は間違っていたのかもと自問自答することが増えました。また今の高校は家から離れているため、寮に入って生活しているとどうしても帰りたいと思ってしまいます。ゆうたくんは自分のことが信じられなくなったことはありますか？もしあったらどうやって気持ちを立て直したのか知りたいです。私はいつも皆さんから元気をもらっています。これからもお体には気をつけて活動を頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。難しい質問ですね。またいろいろ悩み事がある年なのかな。僕自身もねすごく思いますよ。本当にこの場所にふさわしい人間なんだろうかとかね、ここで何ができるんだろうかとか、結局考えても答えは出ないんですけど、難しいよね。だからねこれね、で結局その環境だったり何かをね捨ててでもまた違う道でやる勇気とね責任を負えなければね、ここで頑張って居続けるしかないんだよね。でもね過ごしてみてまた楽しい時期っていうのは絶対来ると思う。だってずっと楽しいとかありえないからね。なので多分いろいろあると思うしね、この文脈だけだったらなんでそうなったかとか書いてないからさ答えづらいところはあるんですけど、絶対ねダウンしたらアップがあるから、谷があれば山があるみたいなね感じで、多分楽しいね時間が多分やってくると思うので頑張ってほしいなと思います。だってせっかく入った学校でしょこれ。そうだよね、第一志望だったこでしょ。絶対楽しいこと待ってるよ。だからはえちゃんさんね頑張ってほしいなと思います。あと自分自身を信じられなくなることもあるけどっていうことですね。そういう時は周りに頼ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、なんかこんなこと言ってるけど僕もねなかなかこう周りにその自分の悩みとかをね打ち明けることが難しいタイプなのでね、これを機にちょっとお互い頑張ってみようね。ここはなんかしんどい時は誰かに頼るだったりね。ということではいちゃんさん頑張ってください。はい、ラジオネームりーちゃんさん、ゆうたくんただいまおかえり。ゆうたくんに言うのは恥ずかしいのですが、先日夢でゆうたくんと手をつないでショッピングをいいね。ゆうたくんと手をつないでショッピングモールを回る夢を見てめちゃくちゃキュンキュンしました。もう俺もキュンキュンしたいよ。誰かと手つなぎたいしマジで幸せな夢すぎて続きが見たいってなって
友達にも自慢しちゃいました。ゆうたくんは続きが見たいと思って夢はありますか？夢ね、なんかキュンキュンした夢とかは見たことない気がする。なんか面白かった夢とか、あと怖い夢とかは見たことあるんだけど、あとね、夢って30分くらいしたら忘れない？なんでね、こう気になる夢っていうのは覚えてないんだけど、夢に出てくるってことは相当ね、俺のことを思ってくれてるってことだから、引き続きね、ずっと俺のことを思っていてほしいなと思います。はい、次はどこ行こうか。ショッピングモール行ったから、次は映画館でも行っちゃうかな、夢の中で。ということで、メッセージありがとうございました。さて続いての曲は NCT127 でブリンダーノイズ。 Super speed, we never stop, we got that fire. Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうた at home。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうた at home いかがだったでしょうか？今日のラジオもね、すごく楽しかったです。これからどんどんね、僕たちの活動も本格的になってくるのでね、皆さんたくさんの応援よろしくお願いします。秋の季節なんでね、普段食べてない限定商品だったり、なんていうの、秋でしかできないことをね、みんなして楽しい秋を過ごしてほしいなと思います。はい。そしてですね、来週も僕ゆうたが選ぶスティッカーの秋 BGM をやりますので、皆さんぜひ期待してほしいなと思います。皆さんの声をこれからも僕にどんどん届けてほしいなと思います。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それでは皆さん、お別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さん遊びに来てください。それではバイバイ。왜 나를 찾아보다 밤새 같이 인정해서는 너무 관심 서둘러 숨겨봐도 잘라낼까 proof 거짓 변명 따윈 던져 to the roof I'm something all day 너넨 다 투명해 그저 내 맘에 Lemonade Tastes like lemonade 위저 얼난 hurricane 안 들려 네 목소리는 noise Tastes like lemonade 짜릿한지 everyday 삼켜버려 got me feeling good. This program was brought to you by Sumato News. 달려갈라 소금차 무대를 터뜨릴라 cherry bomb 퇴근하자 나의 regular You can catch me cause I don't wait Hold up 듣고 싶겠지 like mail 절로 듣겠지 but mail 되게 아무리 copy 해도 영원히 but mail I just spit yeah I don't quit no counterfeit 너와의 흉내 못 내 day night スマートニュース限定バージョン NCT127 ゆうたのゆうたアットホームへようこそ。さあ今日は皆さんと一緒にちょっとしたゲームをしていきたいと思います。今週は僕と一緒に声で遊びます。どんなゲームかと言いますと、ほにゃららから始まる食べ物、これからある、頭文字を言います。その頭文字で始まる食べ物を5つ言うという脳トレゲームです。ぜひ皆さんも一緒にやってみてください。では頭文字を発表します。今回はですね、ゆうたのゆで始まる食べ物を5つ答えてください。これ俺もするんだよね。じゃあよーいドン。ゆから始まるやつでしょ、むず。ゆでそば、雪見大福、これ雪の恋人白い恋人か、それは。意外と出てこないな。かよか。うでいこう。うで答えが出ない。答えが出ねえ。むずくねえこれ。みんな皆さん5つ答えられましたか？で詰まってしまった。1個だけで出したい。なんかない？梅干しだった。以上ゆうた通信でした。ではみんないってらっしゃい。また来週。バイバイ。